こんばんは。アメリカ軍関西機部隊の移転計画が争点となった山口県岩国市の市長選挙は、移転に協力する立場を訴えた福田義彦さんが初当選しました。今回は本当に多くの岩国市民の方々の力の結集であります。本当皆さん、岩国市民の皆さんのおかげで岩国は今から変われるんです。今回の市長選挙は在日アメリカ軍再編に伴い、神奈川県の厚木基地から空母艦載機部隊59機を岩国基地に移転させる計画の是非が最大の争点となりました。山口2区の前自民党衆議院議員だった福田義彦さん37歳は、移転には協力する立場で再編交付金などを活用したまちづくりを訴え、接戦を制しました。一方、今回民意を問うため辞職した前岩国市長の井原克介さん57歳は、現時点では反対を主張しましたが、これまでの支持者を固めることができませんでした。アメリカ大統領選は9日、ワシントン州など3つの州で民主党の候補者選びが行われ、その3つの州すべてでオバマ候補がヒラリー・クリントン候補を抑え圧勝しました。That's how we are going to win this election. That's how we will win in Virginia, and that's how we will change this country when I am president of the United States of America. 9日に予備選などが行われたワシントン州、ネブラスカ州、ルイジアナ州では3つの州すべてでオバマ候補が圧勝しました。この結果、指名獲得に向けて必要な代議員の数でも1100人対1039人とクリントン候補を僅差まで追い上げています。次の山場は首都ワシントンなど3カ所で予備選が行われる火曜日の首都決戦ですが、オバマ候補の勢いは続きそうです。一方、共和党でもカンザス州など3つの州で候補者選びが行われ、ハッカビー候補が2つの州を制しています。共和党ではマケイン候補の指名が確実な情勢ですが、保守層からの反発が根強いことを示す結果となりました。自民党や民主党など与野党4党の国会議員が韓国を訪れています。表向きの理由はイ・ミョンバク次期大統領との会談ですが、本当の狙いはどこにあるのか、岩隈記者の報告です。訪韓団には自民党の加藤元幹事長、山崎前副総裁のほか、民主党の戦国枝野の両元政調会長、社民党の辻元政審副会長ら16人の議員が参加しました。今回の韓国訪問の本当の狙いは、与野党の垣根を越えたリベラル勢力の結集、次の総選挙後にもささやかれる政界再編を見据えたものです。政界再編の原動力になるものは、私は新保守勢力あると、それは生活者の視点に立つリベラル勢力を含むということを申し上げたわけでございます。呼びかけ人である加藤氏と山崎氏は、安倍前総理や麻生前幹事長らに代表される保守勢力に対抗する自民党内のいわゆるハト派、リベラル勢力の代表格です。そんな2人と小沢代表と距離を置く民主党の実力者、枝野氏、戦国氏らが手を結べば、政界再編の一つの軸になりうるというのです。今回だけでなく、いろんなテーマで話し合えるグループになれればなと思ってますけど、一歩一歩現実的なことからやっていかなきゃいかんと思います。今回の訪韓団が今後の大きなうねりにつながっていくのか、政界再編の帯同は始まったばかりです。中国産冷凍餃子の袋から殺虫剤成分のジクロルボスが検出された徳島で、また新たに4袋からジクロルボスが検出されました。殺虫剤が検出されたのは、徳島県石井町のコープ石井店などが回収したコープ手作り餃子です。徳島県によりますと、検出されたのはごく微量で健康への影響はないとしています。
製造されたのは去年の3月と5月、それに11月で、袋の内側や餃子からは検出されていません。昨日公表された3袋を加え、検出されたのは合わせて7袋となりました。徳島保健所は今日コープ石井店の立ち入り検査を行いましたが、保管状況に問題はありませんでした。今後は店内の清掃業者にもジクロルボスを含んだ殺虫剤を使っていないか確認する予定です。いじめによる自殺で子供を失った遺族らがシンポジウムを開き、学校側は遺族に事実を伝えるべきだと訴えました。福岡県筑前町から参加した森美香さん。美香さんはいじめ自殺で子供を失った遺族の思いを伝えるため会場に現れました。遺族が一番知りたい、子供に何が起きたのかということが全然それは触れられてなくて、アンケートで済まされてしまった。美香さんは一昨年の10月、当時中学2年だった長男圭介君を失いました。学校でのいじめを苦にした自殺でした。あの笑顔を返せよ。そんな美香さんをさらに追い詰めたのは、圭介君に何が起きていたのか遺族に教えようとしない学校側の対応でした。学校側が隠さないといけないんじゃないか、隠す何かがあるんじゃないかということを私たちの方が疑ってしまった。美香さんはいじめ防止のためにも学校と情報共有が重要だとして今後国に体制づくりを求めていくとしています。我が子は何に死ぬほど悩み苦しんでいたのか、ただただ知りたいという思いを実現するため遺族の戦いは続いています。ニュースを続けます。東京足立区のアパートで8日、豊田次男さんが遺体で発見された事件で、豊田さんには刺し傷が5、6カ所あり、頭も鈍器のようなもので複数回殴られていたことが分かりました。単なる物取りじゃないよね、あの殺し方は。顔見て俺分かんなかったもんね、誰だか。部屋からは現金や通帳などが見つかっておらず、警視庁は殺害後に奪われた可能性があるとみて調べています。栃木県益子町にある交番で警察官が死亡しているのが見つかりました。拳銃で自殺したものとみられます。死亡したのは真岡警察署地域課の柏倉重幸巡査長で、自分は弱い人間です、生きていくことに疲れましたとの遺書が残されていました。この交番では去年12月にも23歳の巡査が拳銃自殺。こんばんは。アメリカ女子ゴルフツアー開幕戦、上田桃子選手が猛チャージです。2日目はスコアを大きく伸ばし、デビュー戦での優勝に手が届く好位置につけました。アメリカツアーデビュー初日の緊張感から解放されたこの日の上田桃子は、ショット、パットともに絶好調でした。5番でおよそ8メートルのバーディーパットを沈めると、見せ場は6番パー4。残り108ヤードからの第3打。これを直接カップインさせて鮮やかなバーディー。この日8バーディー3ボギーとスコアを伸ばした上田はトップと1打差の3位に浮上。デビュー戦でいきなり優勝を狙える好位置につけました。最後まで集中力切らさずにしっかり上がるバーディーができれたので、明日につながるプレーができたと思います。今日昼前、愛知県愛西市の住宅で男性が死亡しているのが見つかりました。首に絞められたような跡があることから、警察は殺害された疑いもあるとみて捜査しています。今日正午前、愛西市町方町に住む市川春夫さん69歳の住宅の居間で、市川さんが仰向けに倒れているのを訪ねてきた兄が見つけました。市川さんはすでに死亡していて、首に紐状のもので絞められたような跡があることから、警察は殺人の疑いもあるとみて死因などを調べています。警察の調べでは発見当時、玄関は施錠されていましたが、北側の窓の鍵が開いていました。物色されたり争った形跡はないということです。市川さんは一人暮らしで、昨日朝近所の女性が見かけましたが、
今朝普段利用している喫茶店に姿を見せないことから兄に連絡し事件が発覚しました。中国製冷凍餃子の中毒事件で千葉と兵庫の餃子に含まれていたメタミドホスは日本以外で生成されたものであることが明らかになりました。一方、中国側は政府も一体になって中国側には原因がないとの姿勢を示しています。今日、中国の新聞各紙では徳島の冷凍餃子から見つかった殺虫剤成分ジクロルボスは日本が原因だったというニュースが大きく扱われた。中国メディアの論調は中国側に問題はないというのが大勢だ。昨日、中国政府が内外の報道陣を集めて行った工場内部の公開。じゃあこれから餃子が製造された工場の中に入ります。最初に行われたのは消毒作業と着替え。工場側はいつもと同じ手順だと強調した。工場の安全性をアピールするかのような細かいチェック。内部は真っ白な壁で一見したところ清潔に保たれていた。監視カメラも作動していた。工場の全工程を公開したいと工場長に聞いた。実はこの前、報道陣には豪華な昼食が用意されていた。北京ダックや上海ガニ、そしてビールも。その後開かれた記者会見で工場長はこう訴えた。实际上我们才是这一事件的最大受害者，不仅在经济上蒙受了巨大的损失，天市场的信誉也遭受到了极大的损害。工場を調査する側の検疫当局者も、我们没有发现生产加工、运输和口岸通关等环节存在异常的问題。発言は工場側の主張を追認するだけだった。では毒物は一体どこでどのように混入されたのか。所有的调查呢，都对这一个工厂以及相关的，这是目标是一个对象也是他的事儿呢，他不跟我说，他不。今日も工場には公安当局が捜査に入った。捜査を進める一方で中国側に問題はなかったとほぼ結論付ける姿勢を示した中国政府。真相の究明を求める日本側との溝は深まっている。